ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、映画アニマルファームの歴史的な大失敗と制作したエンジェルスタジオが引き起こした大炎上の話題についてよ。現在、エンジェルスタジオの最新作であるこの映画が同スタジオ史上最も注目を集めた失敗作となる可能性がすでに高まっていて、映画界隈で大きな騒ぎになっているの。今日は映画アニマルファームがどれほど悲惨な興行成績を叩き出したのか、そしてスタジオが熱心なファンをどのように裏切り自滅していったのかについて徹底的に解説していくよ。アニマルファーム？なんか聞いたことあるような、ないようなタイトルやね。それにしても、史上最も注目を集めた失敗作ってどんだけ盛大にずっこけたと？大体、映画を作る会社が自分からファンを裏切って自滅するってアホの極みやん。しょっぱなからツッコミどころ満載ばい。本当に信じられないような展開になっているの。まず、今回の騒動の主役であるエンジェルスタジオについて少し説明するとね、このスタジオはもともと既存のハリウッドとは違う信仰に基づいた作品作りをすることで独自のブランドとファン層を築き上げてきた会社なの。ハリウッドの王道とは違う、ちょっとニッチやけど熱いファンがおるようなスタジオやったってことね。そうなの。ハリウッドの巨大な力に代わる存在としての評判を積み重ねていたんだよ。でも、今回のアニマルファームでは、なぜかハリウッドの進歩的なエリートたちと提携して、ハリウッドの主流な物語を受け入れてしまったの。結果として、商業的にも批評的にも大失敗に終わる映画を制作するなど、大きくつまずいてしまったようだよ。は？自分たちの良さを全部捨てて、わざわざ嫌われと、ハリウッドの真似事をしたってこと？そりゃあ、今まで応援してくれとったファンからすれば、裏切り者ってなるのも当然たい。その通りだよ。最近になって、スタジオ側は反発を受けながらも、なんと、自らのファン層を攻撃するという暴挙に出たの。だから、今回の悲惨な結果は、単なる不運というよりは、自社のブランドを築き上げてきた人々との関係が悪化したことによる当然の結果のように感じられるの。客商売で客に喧嘩売るとか、もう、会社畳む準備でもしとうと？で、その肝心の映画の成績はどうやったと？ザットパークプレイスによるとね、アニマルファームは北米の約2600館という大規模な劇場で公開されたの。でも、公開初日の興行収入は110万ドル強にとどまったんだよ。2600館も使ってたったの110万ドル？それって一つの映画館にお客さんが数人しかおらんレベルやないの？ガラガラすぎて映画館のスタッフも暇すぎてあくびしと奪い。本当にそうだよ。公開週末の興行収入予測も約330万ドルというかなり控えめな数字で、国内興行収入ランキングのトップ5には絶対に入らない見込みなの。知名度の高い文学作品のタイトルを使って、さらに宣伝でアピールされた豪華な声優陣を起用した大規模劇場公開作品としては、これらの数字は観客の関心がどれだけ低いかを如実に示唆しているよ。原作も有名で声優も豪華なのに、ここまで見放されるって、ある意味すごい才能やね。口コミで巻き返したりはできんのと？それが厳しいの。競争の激しい今の映画市場では、これほど低調なスタートを切った映画は、特に口コミが不利に働く場合、挽回することはほとんどないと言われているんだよ。まあ、誰も見てないんやから、良い口コミの広がりようもないわな。じゃあ、その不利に働く口コミとやらはどうなっとうと？専門家とかの評価はどうなん？批評家の反応は本当に手厳しいよ。アメリカで最も有名な映画レビューサイト、ロッテントマトがあるんだけど、本作は、現在、そこで 24% という、信じられない低評価を受けているの。これは、完全に、ロッテン、腐った評価の域に達しているんだよ。24%。腐っとうどころか、もう跡形もなく溶けてなくなっとうレベルやん。専門家から見ても、擁護できないくらいひどい出来なんやね。じゃあ、一般の観客からの評価はどうなん？そして観客側は？というと、おそらくもっと悪いと言える状況だよ。この映画を見た人があまりにも少ないため、ロッテントマトは公開週末を終えても十分な数の検証済み観客レビューを集めることができず、スコアを算出できていないの。全国公開作品としては、ほとんど無名と言える悲惨な状態だよ。評価が低いんやなくて、人がいなさすぎて評価すらできないってこと？全国の映画館でやってるのに？それ、一番恥ずかしいやつやん。透明人間しか見に行ってないんやないの？さらに、映画館で見た人に直接アンケートを取るシネマスコアという評価システムがあるんだけど、それが C- と報じられているの。これを考えると、見通しはさらに暗いよ。
この C- という評価は通常観客の反応が最悪で今後数週間の興行成績が全く振るわないことを強く示唆するものなの。映画館までわざわざ足を運んだ数少ない物好きですら見なきゃよかったって思っとうってことやね。救いようが半ばい。なんでこんなにひどいことになったと？で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。チャンネル登録してくれんとうちすねるけんね。高評価も絶対に忘れんでよ。ポチッとよろしく頼むばい。で、すみれ、なんでこの映画はここまで嫌われたと？なんか根本的な理由があるっちゃろ？実はね、反発の一因はこの映画のストーリーにあるの。多くの視聴者がジョージ・オーウェルの原作に対する根本的な誤解、あるいは完全な逆転とみなしている点が一番の問題なんだよ。原作の完全な逆転？どういうこと？ジョージ・オーウェルが書いた原作のアニマルファームは権威主義と共産主義体制に対する鋭い批判として長らく世界中で認識されてきた名作なの。でも今回の映画化作品はそれとは全く異なる方向性をたどってしまったの。物語の要素を都合よく再構成することで批評家や観客から反資本主義的なメッセージに極端に偏っていると解釈されてしまったんだよ。は？共産主義を批判する話を無理やり反資本主義の話に変えたってこと？それってもはや原作に対する冒涜やん。カレー作りますって言って出てきたのが激甘のイチゴのショートケーキやったみたいなもんやろ。原作ファンが激怒するのも当たり前たい。本当にその通りだよ。その無理な方針転換は全くうまくいっていないの。先ほども言ったようにエンジェルスタジオはハリウッドの主流ストーリーテリングとは一線を画す作品を作ることで独自の観客層を築いてきたスタジオだったの。それなのにこのような急激な物語の方向転換は彼らを応援してきた観客との決定的な乖離を生み出してしまったんだよ。自分たちの強みを自分たちでへし折ったわけやね。アホすぎん？本作はコアな観客層の期待に応えるどころか、一体誰のために作られたのかという疑問を多くの人々に抱かせてしまったの。進歩的なエリートにすり寄った結果、これまでのファンは離れ、かといって新しい観客も来ないという最悪の状況なの。二頭を追う者は一頭も得ず、どころか自分で自分に火をつけて丸焦げになっとうやん。でも、ファンが怒っとうなら、スタジオ側はちゃんと謝罪したり、説明したりしたと？それが、スタジオの最近のメッセージを考慮に入れると、状況は、さらに複雑で悪化しているの。公開に先立って、エンジェルスタジオは、ネット上の批判に対し、批判者を、声高な少数派、やかましい集団、と位置づけることで反論したんだよ。声高な少数派？うわぁ、一番言っちゃいかんやつやん。自分たちの作品が面白くないのを認めきらんけん、批判する客をクレーマー扱いしたってこと？そうなの。この声高な少数派という言葉は、ハリウッドの大手スタジオがファンの反発に直面した際によく使う、ファンを見下すような、同じような軽蔑的な言い回しを彷彿とさせるものなの。ハリウッドに対抗していたはずのスタジオが、ハリウッドの悪いところをそっくりそのまま真似してしまったんだよ。特大のブーメランやね。自分たちを支えてくれとったファンに向かって、そんな暴言吐くなんて、商売人として終わっとうばい。当然、それは長年の支持者たちの強烈な反感を買ったの。スタジオのマーケティング担当者は、この論争を映画と観客の関係を一種の悲劇的な誤解として描くという、的外れで芝居がかった枠組みにまで押し付けようとしたんだよ。私たちは高尚なことをやっているのに、あなたたちには理解できないのね、みたいな態度なの。うわ、気持ち悪。自分に酔っとうだけやん。そんなん言われて、じゃあ見に行きますってなるわけなかろうもん。その結果、観客は、そのような言い訳や比喩に全く納得せず、今では誰もチケットも買わなくなってしまったの。興行成績の低迷、批評家からの評価の悪さ、観客の関心の低さ、そしてコアファン層の間で高まる不信感など、様々な要因が最悪の形で重なり、アニマルファームは稀に見る多方面にわたる失敗作となりつつあるんだよ。全方位から嫌われとうね。ここまで見事な爆死、なかなかお目にかかれんばい。ネットのユーザーとかは、この惨状についてなんて言っとうと？ネット上でも、スタジオに対する呆れと怒りの声が溢れているよ。この映画に含まれているものは、すべて原作からかけ離れたものであり、ネットユーザーからの反発も入れるべきだと強く主張する人もいるの。具体的には、原作のメッセージを180度ねじ曲げるなんて、作者に対する最大の侮辱だ。ファンを声高な少数派呼ばわりした時点で、このスタジオは終わった。
誰も見に行ってないのに、炎上だけは一丁前だな、といった辛辣な意見がほとんどだよ。残党やね。自業自得としか言いようがなか。客を舐めたらどうなるか、これ以上ないくらい完璧な見本売。本当にそうだね。今回の件は単に一本の映画の興行成績が振るわなかったというだけの小さな話ではないの。根本的な問題は、この映画とスタジオの姿勢が誰にも共感を得られなかったことなの。批評家は作品の質を拒絶し、一般観客は関心を持たずに無視し、スタジオの長年の支持者でさえ裏切られたことで強い疎外感を感じてしまったんだよ。スタジオの周りにはもう誰も味方がおらんってことやね。自分たちで築き上げた城を自分たちで爆破したようなもんやん。エンジェルスタジオにとって今やより大きな問題はアニマルファームという一つの作品で何が問題だったのかということだけではないの。ファンを攻撃し理念を曲げたことでスタジオが完全に失ってしまったかもしれない信頼を今後再び築き上げることができるかどうかということだよ。一度失った信頼を取り戻すのは本当に難しいことだからね。無理やろうね。声高な少数派で言われたこと、ファンは一生忘れんばい。これからどんな映画を作ってもまた裏切るっちゃろって色眼鏡で見られるのは間違いないけんね。ということで今日は映画アニマルファームの歴史的な大失敗とファンを裏切ったエンジェルスタジオの炎上という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。